ステックっていうスピーカーブランド、メイドインイタリーですねのスピーカーをちょっと題材にスピーカーのお話をさせてもらおうと思います。このスピーカーはもうちょっと今日本では、手に入らない前の型になっているんで、まあ一応品番だけを言うと ST650C っていうスピーカーの 2way のセットに、パッシブネットワークのセットなんですけども、このスピーカーが僕ちょっと好きで、これを題材にちょっとお話しさせてもらおうと思うんですけども、まず 16.5 センチのスピーカーと、これ 25mm ついたのセットですね。でこれの音を、割るパッシブネットワークっていう機械、このセット、こういう2way のセットっていうのが一般的で、これがこれも片一方なんですけど、左右分が入ったセットっていうのが、結構 2way スピーカー 16.5 センチの 2way スピーカーの一般的なスピーカーなんですけどもね、僕がねこのスピーカーが、好きやっていう話をねちょっと今日はしたいんですけど、これ何が好きかっていうと、まずこの 16.5 センチっていうサイズのスピーカーと15センチぐらいのスピーカーとかもあるんですけども、向こうで言ったらアメリカとかで言ったら6インチと5インチとかそういうスピーカーのサイズの、バリエーションというかそういうのであるスピーカーで16センチ、16.5 センチですね。16.5 センチが、入れられる車やとしたら僕が考えるには 16.5 センチをできるだけ入れたいと。でそれは何でかっていうと、この口径がちょっとでも大きいほど低音が有利になるんで、16.5 センチが一番ドアの容量で低音鳴らしやすいっていうふうに言われてまして、このねまずバスケットなんですけど、ここね、アルミのダイキャスト、こういうふうにね鉄鎮フレームってこういうのなんですけど、スチールのフレームもあって、こういうのもいい音するスピーカーもあるんですけど、このブルームーンなんかは音いいんですけど、やっぱりこうスチールってどうしてもこの軽い音っていうかになるんで、スピーカーのグレードという形でいくと大概上のグレードはもうスチールじゃなくてアルミのダイキャストになったりとかしてます。純正品になると今度もうこれが一気に、プラスチックの、スピーカーになって、もうマグネットもだいぶちっちゃかったりとかで、もう断然音が、これに比べたらちょっと音は劣るんですけど、スピーカーを純正から変えるんやったらせっかくやったらアルミにしましょうっていうぐらいの感じで、ホイールをね、純正ホイールから新しいホイールに変える時にアルミホイール変えるぐらいの感覚でスピーカーもアルミのダイキャスのフレームのスピーカーがいいよねみたいな感じですね。磁石なんですけども、これねこのスピーカー僕好きなんですけども、これ110mm のサイズの、フェライトマグネットっていうね磁石が使われてて、これ自体もちょっとずっしり重いんですけども、こういう、マグネットを使われているのが個人的にちょっと好きで、もちろんねこの、ステックっていうメーカーにしてもどこのメーカーにしてもそうなんですけども、もっと高いグレードのやつはここがもうちょっと小型で、高い磁力のネオジウムっていうマグネットが使われているものがあるんですけども、そっちの方がね、ランク的には上なんですよね。で磁力も強いし、で後ろの排圧っていうとこの後ろの空気が逃げる、量も多く稼げるので、ちっちゃいマグネットで磁力の強いのっていうのがもう一個上のグレードには使われるんですけど、どうしても音が、ちょっと違う音というかシャープな音になるんで、そっちの方が優秀なスピーカーと捉えると
そういうのが好みの人もいるかもしれないんですけど、でもそれに対してね、この、フェライトのでっかいのが僕なんで好きかっていうと、もうちょっと温かみのあるマイルドな音で、音で言うと、こういうダンっていう音が出やすい。でその、ネオジウム系のね、マグネットついたやつは音悪いかっていうとそうじゃなくて、そのダンっていう音よりももっとガンとしっかりした音が出るんですけど、このフェライトがついてるスピーカーの方がもうちょっとあったかみのある音っていう捉え方を僕するので、ちょっとこっちの方が好きなんですね。マグネット11センチ、そうですね、これはちょっと大きい方で、こっちのスピーカーぐらいの、これで10センチかないぐらいなんですけども、こんぐらいが一般的かにしてはちょっと大きい方かもわかんないですけど、こう比べてもらうとだいぶねやっぱりこっちの方が、ちょっと世間のスピーカーからいくと大きいものがついてますね。マグネットに対してこのコイルがね、やっぱ大きいコイルで長いコイルなほどパワー出せるんですよね。でワット数が稼げる、大きいワット数のやつも鳴らせるぐらいにこうコイルがタッパがある方がスピーカーとしては上なんですけど、ただそれはそれでスピーカー大きくなればなるほど取り付けが難しくなったり、もうそもそも窓が当たって入らないっていう車も出てきてしまうんで、もうそれやったら思い切ってアウターにしてこれスピーカー出してしまうっていうことになるのもありますし、でもちろん鼻からね、その当たる当たらへん関係なしに、ドアにつける時にもう網の中に入れてしまって音こもるとか、そういうのを考えると最初からもう表に出てるっていう取り付けの仕方するっていう方法ももちろんあります。でそれはちょっとうちでもそうなんですけども、費用がやっぱりそれなりにかかるんで、ただ表にこうスピーカー、せっかく買ったスピーカーのブランドがこう出ててかっこいいよねっていうこういうスピーカーの、これね、ペーパーコーンっていう紙のコーンが使われてるんですけど、これが個人的にちょっと好きで明るく柔らかいソフトな音で広がりもあるっていう素材で、僕の好みとしてはベストな素材なんですけども、中にはこういうね生地を織り込んでいるこれもアラミドとか、なんていうんですかね、布の織り込んだやつを樹脂で固めてるものがあったり、中にはアルミの繊維を、織り込んだものを樹脂で固めてるものもありましたし、で今ハイエンド機で多いのは、ハイエンド機っていうか高いスピーカーに使われているのが、炭素素材をこう、布状に織り込んで、固めているカーボンファイバーっていう樹脂の、素材カーボンファイバー樹脂素材みたいなスピーカーのコーンが一番ちょっと高い高級とされてて、そういうコーンもあります。ちょっとそっちの方になってくるとしっかりした音を鳴らすんで高級機に使われるんですけど、僕からしたらちょっと紙の方が柔らかくて好きというそういう違いはあるんですけど、あくまで僕は紙のコーンで、マグネットがでかいアルミのバスケットのスピーカーが好きってだけの話なんですけど、はい、以上、スピーカーのお話でした。